はい、おはようございます。今日は6月29日ですね。月曜日。ここのところ日付を言うと友達の誕生日を思い出します。だから6月多くて、6月20日から4月の頭にかけて毎日友達の誕生日だったりするので思い出しますが、新潟は今日はしっかり結構晴れてますね。暑くなりそうってことで、今日何話そうかなと思ったんですけど、興味ない人には興味ない話になっちゃうんですが、前にね、車が好きでっていう、バイクが好きでっていう話をしたと思うんですけど、同時にね、モータースポーツも好きなんですよ。いわゆるカーレースだったりバイクレースですねも好きなんですけど、昨日のバイクのレース MotoGP っていう、世界最高峰のバイクのレースがあるんですけども、それで日本人が22年ぶりって言ったかなに優勝しました小倉愛選手っていう方がいるんですけど、先週の試合でもポール取って2位フィニッシュだっけな。ちょっと試合内容というかレース内容見てないんでちょっとよく分かんないんですけども、ニュースしか見てないんですけどね、22年ぶりに優勝したということでちょっとテンションが上がっております。でその前が2002年っつったかな。ちょっとこれはね調べたんですけど、玉田選手っていう方がしかも日本グランプリで優勝したそうですね。いやー素晴らしい。もう MotoGP はねちょっと全然最近レース見れてないので、もう最近というかもうここ20年ぐらい見れてないので、ちょっと全然ね詳しいことは分かんないんですけども、日本人が優勝したということでテンション上がってます。それと同時に F1 も好きでよく見てたにもう過去形になっちゃうな。今シーズンの、ね、開幕あたりはねまだ仕事を、始めてなかったので、だいたいリアルタイムだったり、ちょっと遅れてみたりとかっていうのはしてたんですけど、イギリス出身のルイス・ハミルトンという僕の好きな選手が2年ぶり680何日ぶりとかって言ったかなに優勝しました。いやー見たかったなというか、今からでも見ればいいんですけど、見逃し配信まだ見れるのかな。まだどうだろう分かんないけど、いやー嬉しいですね。いやっていうのはF1 はねご存知の方も多いと思うんですけど、昔はフジテレビで、日曜日の夜だっけな大体放送してくれてて、でその後テレ東だったかな MotoGP も放送してたので、学生の頃なんかもはしごして眠い目をこすりながら夜中のね放送が多かったので見てた覚えがありますね。シューマッハとか、の頃ですね。バリチェロとか、名前今パッと出てこないや、さっきまで覚えてたのにそういう時代ですね。で実は日本人選手も F1 ドライバーいて、佐藤拓磨選手、こちらはね、実は高校の1個上の先輩で、さらに実家も5分とか10分でという距離なんで、すごく身近な方なんですよね。直接お話ししたのって多分1回か2回ぐらいしかないんですけども、拓磨くんは自転車で高校まで通ってて、僕もある時から自転車で30分ぐらいかかるんですけど、ある時から自転車で通うようになって、たまに道すがらというかばったり会うことはありましたけど、
当時拓磨君は自転車競技をやっていて、それもね全ては最後 F1 に乗るためっていう目標のもと、自転車を乗ってたんですけども、速いもちろんガチのなんですか、ペダルと靴がロックされるようなシステムを使ってたような記憶がありますけど、速かったですね。で彼はもう高校で自転車部がないのに、もうその F1 に乗るっていう目標のために自転車、多分二輪のタイヤの感覚をしっかりつかむっていうこともあったようなんですけど、無理やり先生に頼み込んで、自転車部を作って一人で活動されてて、その顧問の先生、すごい怖い大沢先生っつったかなっていう先生が顧問になって、でもこう親身になって、自転車レースには車出したりとかしてたみたいですねっていうのがあって、そのまま高校ね卒業してしばらく経ったらその頃ね確か放送されてなかったんじゃないかな F1 どうだろう。放送されても F1 とかしか F2、F3 って下のグループがあるんですけど、そのニュースとかは全然追ってなかったし、今みたいにインターネットもなかったので、全然追っかけてなかったんですけど、ある日見てたら佐藤拓磨という選手が F1 ドライバーになったと。で聞いたことあるなと思って調べてみたらその1個上の先輩だったっていうことがあります。でさらにど忘れ名字忘れちゃった。勇気、去年まで F1 乗ってた勇気、ど忘れ、忘れちゃった。ちょっと背のちょっと小さいね他の選手と比べたら選手がいるんだけど、その方もって彼は年下ですけど、途中からうちの高校に日大三高かなんかからうちの学校に転入してきたんだっけな。で結果うちの学校を卒業したということで、うちの母校から F1 ドライバー2人も、輩出してるんですよね。ちょっと芸能人もね多い学校なんですけど、あと2世ね多い学校なんですけど、いや名字が思い出せないな。勇気忘れちゃった。勇気選手は残念ながら今年は F1 ドライバーのシートは確保できず、リザーブドライバーかな、トップチームのね、レッドブルのリザーブのシートは一応持ってるんですけど、ということでなんかF1 もね好きでよく見てるんですけどもね、なかなかF1 も本当は見たいんですけど、今ほらね昔はフジテレビで放送してくれてたからマイグランプリ見てましたけど、今ね放送 BS ではやってるのかな、 BS フジかなんかでは放送されてるみたいですけど、その視聴環境もないので、去年まではねダゾーンで見れたんで、ダゾーンで、野球も見れるし、F1 さらにさっき言った下位クラスの F2、F3 も見られるのでダゾーン契約してた、まだ野球見るので継続してるんですけど、 F1 がね今年から FOD になって、でちょっとね戦争とかの関係です4月が丸々グランプリなかったんですよね。なので1回解約してなんですけど、なんか5月もいくつかは無料で、5月6月なんか何試合か無料配信をしてたみたいですけどね。なんかもう少し簡単に見られるようになってもらえるといいなと思います。意外にねスポーツ観戦好きで、そうもう話が行ったり来たりしますけど、 F1 は富士スピードウェイの復活の年、2年しかやってないんですけど、
の初年度に行って、佐藤拓磨選手を生で見れました。いやあれはね初めての F1 だったんですけど、むちゃくちゃすごい迫力でしたね。その前にイベントレースって言ったかな、 F1 以外のレースもやるんですよ。当時はビッツ、今でいうヤリスですね。ビッツのワンメイクレースって言って、ビッツのみの、レースがあったり、その後にポルシェのワンメイクレースもあって、ビッツはかっこいいな、いい音してんなって見てたんですけど、ポルシェもまた迫力あって、おすかいかっこいい、速いなんて思ってたんですけど、ポルシェのレースが終わってちょっとしたら F1 マシーンに火が入るんですよ。要はエンジンかけるんですよ。その瞬間の音が桁違いでむちゃくちゃ感動したのを覚えてます。そんで練習というか何週か走るんですけど、1週間走んないかな。その時の音がまた半端ない。そしてそのスピードたるや、もうその前に走ってるポルシェのレースとはもう桁違いの速さで、レース始まったらもう隣にいた友達と大声で話しても聞こえないっていうレベルで、あれはね本当にむちゃくちゃ感動しましたね。ただご存知の方もいるかと思うんですけど、むちゃくちゃ問題になったレースで、もうね大雨は降るわ、もうね久々の富士スピードウェイでの開催ってこともあって、その運営のごたごた、もうバスはこれもうねマイカーでの、入場が禁止だったんですよ。もう必ずシャトルバスを使わなきゃいけないということで、そのバスもね来ないし、もう足元はぐっちゃぐちゃだし、むちゃくちゃ大変な思いをしたのは覚えてます。もう外国人と日本人はなんか傘ぶん回り回して大喧嘩してるし、もうカオスでしたね。なんかでもたまたまね普通 F1 のレースっていくらするんだろう、10万近く下手したらするんですよ。安くても5万とか6万とかなんですけど、たまたま僕の妹が旅行会社に勤めてまして、それが富士スピードウェイと提携してたのかな、グループ会社だったってことで、なんかチケット売れなかったみたいで、1万円でいいって言ってるけどどうって言われて、もうすぐ飛びついて1万円で行った覚えがありますね。あれはでも楽しかったな。本当はね鈴鹿とかも行きたいんですけどね、鈴鹿遠いからな。でも鈴鹿も一回行ってみたいですね。ということで、今日はちょっと久々にいいニュースが飛び込んできたので、モータースポーツの話をしてみました。さあ明日6月最後、そして今日で僕は1週間終わりなので、今日も頑張ってラスト1日ちょっとまだもう1日やんなきゃいけないかもしれないな、最後まで突っ走ります。ということでまた明日、ケントでした。